ドバルダン、こんにちは。今回はクロアチア観光の一番人気ドゥブロブニクに行ってみたいなと思った時にまず知っておきたい基礎知識を丸ごとお届けします。ドゥブロブニク旧市街はユネスコ世界遺産にも登録され、日本では魔女の宅急便の舞台になったとよく言われています。海外の大ヒットドラマゲームオブスローンズのロケ地としても世界的に大人気で、海外セレブがお忍びで訪問する姿も毎年報道されています。そんなドゥブロブニクを知る第一歩として、場所とアクセス、治安、物価、おすすめの季節や四季の様子、観光にはどのくらいの日数がおすすめかや注意点などをコンパクトに分かりやすくご紹介します。ドゥブロブニクで何をすべきかがわかる必見ガイドについては別動画をご用意しています。ドゥブロブニクはクロアチアの南端に位置しています。クロアチアの首都ザグレブから直線距離で約500キロ、飛行機で小1時間、バスだと9時間から10時間。クロアチア第2の都市スプリットからは約200キロ、バスで4、5時間。クロアチア観光のもう一つの目玉、プリトビツェ古郡国立公園からは約400キロ、車なら5、6時間です。6月から9月の観光シーズンは LCC も含めヨーロッパ各地からの直行便も頻繁に飛んでいて便利です。直行便の場合、ヨーロッパ各地からなら約2、3時間です。ご覧の地図は夏場に直行便のある主要都市ですが、これ以外の街にも飛んでいます。ちなみに LCC の EasyJet の運行路線マップはご覧の通りです。直行便がない場合はクロアチアの首都ザグレブで乗り継ぎとなりますが、毎日3便ほど飛んでいます。クロアチアの他の都市からはドゥブロブニクへの直行便は夏の一時期を除き原則ありません。国外からドゥブロブニクへの意外な移動手段としては、イタリアのバーリからのフェリーがあります。ドゥブロブニクまたはバーリを夜発翌朝着、または正午発同日夕方着などがあります。バーリは南イタリアの世界遺産アルベロベッロやマテーラへ行く起点となる町です。ローマへも鉄道で片道4時間、飛行機で約1時間。ドゥブロブニク観光と一緒にイタリア観光を楽しむ方も多くいらっしゃいます。基本的にドゥブロブニクの治安は良いです。女性が一人で夜間歩いていても原則身の危険を感じることは全くありません。クレジットカードのスキミングなどのトラブルも聞いたことがありません。ただ観光地ドゥブロブニクでは特に夏場、スリの被害が多いです。特にドゥブロブニクの目抜き通りストラドゥンで被害が発生しているそうで、海外における一般的な警戒はした方が良さそうです。ドゥブロブニクの物価はパリやロンドン、ローマなどの西ヨーロッパの主要観光都市とほぼ同じと考えて良いでしょう。ただしオフシーズンとなる12月から2月はホテルなど宿泊施設の料金はぐっと安くなります。衛生面もドゥブロブニクを含むクロアチア各地は西ヨーロッパと同様に考えて大丈夫です。水も硬水ですが、水道水を飲んでも基本問題はありません。ドゥブロブニクをはじめとするアドリア海沿岸部のトップ観光シーズンは6月から9月です。この時期は美しい海と太陽を求めてヨーロッパ中からリゾート客が海辺の街に押し寄せます。コンサートをはじめとする様々なイベントも行われ、開放的でリゾート気分が満喫できる華やかな季節です。雨も少なく、アドリア海の青も一番さえ渡ります。朝は5時前から夜は9時過ぎまで明るく、一日が長く有効に使えます。
観光需要に合わせて各種公共交通機関の路線や便数も増えるだけでなく、各種根性ツアーも毎日再考され、便利に観光することができます。一方、各種交通は渋滞、観光地やレストラン、国境は混雑や行列、宿泊施設は値段が高騰、スリも多発します。日中の最高気温も30度以上、35度を超える時も珍しくなく、暑さ対策も欠かせません。ただし、空気が乾燥しているため、屋内や日陰は比較的過ごしやすいです。日差しはとても強いので、日焼け止めやサングラスが欠かせません。夏にドゥブロブニクを訪れる場合は、サマーフェスティバルがおすすめです。毎年7月中旬から8月終わりにかけて開催されるこのイベントでは、旧市街の各地でコンサートや演劇などを鑑賞することができます。春と秋は華やかなにぎわいはなく、交通機関の便数も若干減りますが、混雑も緩和され、気候も過ごしやすく、宿泊施設の値段も夏より下がり、ビーチリゾートを求めない場合には一番観光に適している季節だと言えます。11月から3月のドゥブロブニクはオフシーズン。朝は7時、夜は5時には暗くなり、交通機関の便数はぐっと減り、高級レストランをはじめ観光客向けのレストランやカフェ、バーは軒並みクローズ。冬季は休業するホテルもあります。スルジ山に登るケーブルカーも運休することもあります。観光客が減って不便になる分、宿泊施設の値段はぐっと下がります。地元の人ものんびりムードで、静かで穏やかな雰囲気が漂います。12月はドゥブロブニク旧市街もクリスマスイルミネーションやクリスマスツリーで彩られ、教会は降臨場面の装飾で飾られます。ストラドゥンにも食べ物やドリンクのスタンドが出ます。大晦日の夜は聖ブラホ教会前の仮設ステージでコンサートが行われ、新年になると花火が上がります。毎年2月3日にはドゥブロブニクの守護聖人聖ブラホを祀る祝祭が行われます。この祭典はユネスコ無形文化遺産にも登録されています。地中海の一部アドリア海に面している地中海性気候なので、冬でも比較的温暖な気候です。ドゥブロブニク旧市街の目抜き通りストラドゥンやグルージュ港の様子が見えるライブカメラで現在の状況を見ることもできます。ご覧のウェブアドレスは概要欄にもリンクを掲載しておきます。ドゥブロブニク観光で知っていると安心な注意点や便利なコツがあります。ケーブルカーや城壁巡りは営業時間が季節によって異なります。お土産ショップや観光施設などのオープン時間も季節によって変わります。冬季は本来なら営業することになっている時間でも、人手や天候などでフレキシブルに休業や営業時間短縮になったりすることがあります。混雑状況予想を調べることができるウェブサイトもあります。クルーズ船の到着情報や祝日、学校の休みなどの情報も一目でわかります。ドゥブロブニク観光協会の公式サイトでも詳しい情報を調べることができますが、オフシーズンだったためか調べたときは機能していませんでした。ドゥブロブニクは観光クルーズ船の人気寄港地です。大型クルーズ船が到着すると城壁をはじめ旧市街の人気観光地は混雑します。クルーズ船のスケジュールはご覧のサイトで調べることができます。観光都市ドゥブロブニクではオフィシャルサイトと紛らわしい民間サイトが検索上位に表示され、高額チケットに誘導する場合があるので注意が必要です。例えば城壁の情報を調べようと思ってドゥブロブニクシティウォールズと入力すると、一番上位に表示されるリンクはこちら。
一見すると公式サイトのように見え、バイチケッツをクリックするとチケットだけの料金で$50以上、最低料金保証の表示があります。知らないと絶対にわからないのですが、城壁の公式サイトはこちら。このサイトからチケットを購入すると250クーナ、約$36です。印刷して現地で提示すればよいので、チケット購入のために並ぶ必要はありません。スルジ山に登るケーブルカーの公式サイトはこちらです。こちらの方は公式サイトが一番上に表示されるので、特に問題はないと思われます。ちなみにドゥブロブニク市観光局の公式サイトはこちら。ドゥブロブニクネレトバ郡観光局の公式サイトはこちらになります。これらと紛らわしいこちらのサイトは民間の旅行代理店サイトです。ご参考まで、クロアチアでは政府観光局は TZ、観光インフォメーションセンターは TITS と省略されることが多いです。クロアチアの公用語はクロアチア語ですが、観光に従事する人たちは英語はペラペラな人が多いです。レストランやカフェでは英語だけでなく、イタリア語やドイツ語も話せる人も珍しくありません。クロアチア語はロシア語と同じスラブ語の仲間です。クロアチア語表示は何が書かれているのか全くわかりませんが、文字自体は見慣れたローマ字なので、読み方は一部違いますが、見ても全然わからないというパニック感はありません。別動画でご紹介している3大必見スポットだけをさっと観光するだけなら半日もあれば十分ですが、せっかくなら夜景も素敵なので、最低でも1泊2日は欲しいところです。絶景スポットやご当地グルメ、スイーツ、ワインや地ビール、お土産ショッピング、教会や文化、歴史のほか日帰りツアーなど幅広くドゥブロブニク観光の概要をご紹介している動画を見ていただくと、ご自分のご興味に合わせてどのくらいの日数が必要かの目安を立てていただけると思います。ドゥブロブニクでは観光に便利なドゥブロブニクカードもあります。詳しくは別動画をご紹介しています。ドゥブロブニクからの日帰りではなく、ドゥブロブニクの前後に合わせて旅行する定番といえば、ローマ皇帝ディオクレティアヌス宮殿がある世界遺産の町スプリット、湖と滝が織りなす自然美が圧巻なプリトビツェ古郡国立公園、こじんまりした中央の雰囲気の首都ザグレブなど、クロアチア各地の見どころです。海や島、地中海の街がお好きなら、アドリア海に浮かぶコルチュラ島やフバール島、青の洞窟やブラーチ島も人気です。ドゥブロブニク空港やバスターミナル、港、駐車場などの各種交通情報は別動画でご紹介します。ドゥブロブニクにはヒルトンなど国際チェーンの5つ星ホテルからユースホステルやアパートメントタイプの宿まで、バラエティに富んだ宿泊施設が揃っています。失敗しない選び方のコツなどは別動画でご案内します。旧市街周辺には公衆トイレが3カ所あります。城壁内にも数カ所あります。小銭が必要なので現金を用意しておきましょう。お手洗いはカフェやレストランに入った時に利用しておくと安心です。お手洗いが心配な人は観光見どころが集中する旧市街内の宿に泊まると安心です。手荷物預かり所はドゥブロブニク空港にはありませんが、その他の交通の要所となる長距離バスターミナルやグルージュ港、旧市街内にあります。オフシーズンはクローズするところも多いので注意しましょう。ドゥブロブニク旧市街の一部のエリアでは無料 Wi-Fi を利用することができますが、接続が不安定なことが多く、あまりお勧めしません。カフェやレストラン、ホテルでパスワードを教えてもらって Wi-Fi を使うのが現実的です。ク
クロアチアは EU 域内なので EU 域内の通信会社を利用している場合は国内と同じ感覚で通信サービスを利用することができます。またクロアチア国内のプロバイダーは1週間データ通信無制限で10ユーロ前後という旅行者用プランも提供しています。空港やキオスクで手軽に SIM カードが買えます。設定方法も簡単なので、移動中もデータ通信が必要な場合は SIM フリー端末を利用して SIM カードを購入するのがおすすめです。ドゥブロブニク旧市街内や周辺にも小規模店になりますがスーパーマーケットはあり、必要最低限の買い物はできます。ドゥブロブニクには教会がたくさんあります。ミサが行われている時も中に入ることはできますが、写真のフラッシュ撮影を控えるのはもちろんのこと、後方で静かにするなどミサの邪魔にならないようにするのがマナーです。また宗教施設なので入り口の注意書きにもご注意ください。この他の通貨、両替、チップ、宗教、祝日、ビザやパスポートなどの情報については別動画クロアチアの基礎知識をご覧ください。ドゥブロブニクの基礎知識いかがでしたでしょうか。少しでも分かりやすくお伝えすることができたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画までさようなら。フバーラ、ドビジェニャン。